内容は同じなのになぜ初版の漫画にここまで惹かれてしまうのか。どうも、漫画オタクのはやんです。漫画って読むだけやったら初版じゃなくてもいいんですよ。初版でも重版でも内容自体は変わらない。じゃあなんで僕がこんなに初版に惹かれるのかっていうのを今回は話していこうかなと思います。まず僕が初版に惹かれる一番の理由は特別感ですね。ここでいう特別感って単にレアやからとか高く売れるからとかそういう話ではないです。僕が初版に感じる特別感はその作品が初めて世の中に送り出された瞬間の空気が残っているということです。漫画って人気が出た後に重版されると帯の文言が変わることがあります。例えばアニメ化決定とか累計何万部突破みたいにすでに結果が出た後の言葉になることが多いです。それはそれでめっちゃ嬉しいです。でも初版の帯に書かれている言葉とかって少し違うんですよ。この作品の魅力をどう伝えるか、そういう本気の思いが残っている気がするんですよね。売れた後の答え合わせじゃなくて売れる前の勝負。僕はここにめっちゃロマンを感じますね。それに初版帯ってただの宣伝文句じゃなくて帯に書かれているフレーズ自体がその作品の世界観や空気感をまとっていることがあるんですよ。そういう帯に出会うと、帯もただの付属品じゃなくて帯まで含めて完成された一冊やなっていうふうに思うんですよね。ということでここからは僕が大好きな初版帯をいくつか紹介していこうかなと思います。まず一つ目がこちらです。ドラゴンボールスーパー第1巻の初版帯です。この帯何が好きかっていうと鳥山明先生のメッセージが書いてるんですよ。すごい人がドラゴンボールを継いでくれましたっていうこの言葉だけでめっちゃワクワクしないですか？ドラゴンボールって僕も昔から好きな作品で漫画史にも残る伝説的な作品じゃないですか。この帯を見ると伝説が引き継がれてまた新しく始まる瞬間みたいな空気を感じられてめっちゃ好きですね。初版帯ならではのワクワク感が詰まってるかなと思います。2つ目がこちらです。バクマンの19巻の帯です。僕何が好きかっていうとこの青年たちは近づいてくる夢の足音を聞いたっていうこのフレーズがめっちゃ好きなんですよね。バクマンって全部の巻にこういう感じで文学的なフレーズが書いてあるんですよ。どれも好きなんですけど、個人的にこの19巻のフレーズがめっちゃ好きですね。19巻って内容的にもうクライマックスに近づいている巻なんですよ。真白と小豆の夢が完全に叶ったわけじゃない。でももう遠くにあるだけのものでもない。確実に夢に近づいててもう手が届きそうなところまで来ている。その感覚を夢の足音を聞いたっていう風に表現しているのがめちゃくちゃかっこいいなって思いますね。この巻の内容とクライマックスまでの助走感を表す言葉として完璧だと思います。これはまさに帯まで含めて完成された一冊って感じがしてめちゃくちゃ好きです。3つ目がこちら、現存古代生物誌パッキーの1巻です。これはジャンプで連載されていて2巻で完結した漫画なんですけど、連載されてた当時めちゃくちゃ好きやったんですよ。内容は子供向けのギャグ漫画なんですけど、当時僕も小学生やったんでめちゃくちゃハマってたんですよね。だから個人的にはかなり思い出のある作品です。でこの1巻の帯がもうめちゃくちゃいいんですよ。それがこちらです。こんな感じで帯にバクマンのアシロギ元の2人が描かれてるんですよ。いやこれめちゃくちゃ嬉しくないですか？自分が好きな作品の帯にまた別の好きな作品のキャラクターがいる。こういう好きな漫画同士でつながっている感じがめちゃくちゃ嬉しかったんですよね。今この帯を見てもこの漫画を読んでた時の自分の記憶も蘇ってくるし、当時のジャンプの空気も感じられる。こういうのが初版帯の面白さかなと思います。初版帯って、その作品が世に出た時の熱量とか当時の漫画界の空気とかが残ってるんですよね。だから僕はできるだけ帯付きで漫画集めたいなって思うようになりましたね。本編はもちろん大事です。でも帯とか間に挟まっているチラシみたいなものにもその時代の空気がちゃんと残っている。そこまで含めて紙の漫画を集める楽しさかなって思います。はい、ということでここまで初版の漫画の魅力について語ってきたんですけど、最後に、最近の初版漫画の高騰について思うことも少し話しておこうかなと思います。初版の魅力を語るならここは避けては通れないかなと思うので、個人的には昔の漫画につく価値と最近の漫画につく価値は違うんじゃないかなと思います。例えばドラゴンボールみたいな昔の名作の初版が高くなるのは、僕はある意味自然なことだと思います。
そもそも昔は今みたいに漫画をきれいに保管する文化が強くなかったと思うんですよね。漫画は子供の娯楽っていう感覚も強かったと思うし、ジャンプ本誌なんて雑に扱われたり、読んだ後そのまま捨てられたりすることも多かったと思うんですよ。そういう時代をくぐり抜けて今も綺麗な状態で残っている初版に価値がつく。これは時間が作った価値だと思います。なので全然おかしいことではないなと思います。でも最近の注目作品が発売直後に買い占められて初版や特典が高額で転売される。これはさっき言った価値とは全然違うと思ってます。本来、特典とかってその作品のファンの方やこれから読んでみようかなと思っている新規の人に向けて作者さんや出版社さんが用意してくれたものだと思うんですよ。そこに目をつけて商材として扱う、僕は正直そこにかなり違和感があります。もちろん考え方は人それぞれです。何が絶対に正しいとか、どこからが悪いとか、簡単に線引きできない部分もあると思います。でも少なくとも僕は初版や特典の魅力って高く売れるからではないと思ってます。SNS でこれ高騰してるとか今買わなやばいみたいな情報を見ると、焦る気持ちは分かります。漫画好きなら欲しくなる気持ちも分かります。でも一回落ち着いて考えてほしいです。それは本当にその漫画が好きやから欲しいのか、興味があるから欲しいのか、それともレアだと言われたから高騰しているからだけで急に欲しくなっているだけなのか。僕自身さっきも言った通り初版大好きなんで、初版に惹かれる気持ちはめっちゃわかります。でも初版に振り回される必要はないんじゃないかなと思います。漫画で一番大事なのはやっぱり中身なので、初版じゃなくてもその作品が面白いことに変わりはないです。初版は好きな漫画をもっと深く楽しむためのもの、好きな気持ちの延長線上にあるからこそ魅力的なんだと思います。価値って無理やり作るものじゃないと思います。時間をかけて作られていくものだと思います。好きな作品と出会って、その先に初版があれば嬉しい。それくらいの距離感が漫画好きとして一番楽しいんじゃないかなと思います。皆さんは実際どうですかね。僕の動画を見てくださっている方は結構紙漫画派の人が多い印象があるので、もしかしたら初版も好きな人多いかなと思ってこの動画作ってみました。この動画が参考になった面白かったですはぜひチャンネル登録、高評価、ハイプよろしくお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。